YouTube をご覧になっていただきありがとうございます。青木翔です。まずはたくさんの方から募金を、協力していただきありがとうございます。温かいお言葉とかもたくさんいただいてすごい励みになってます。引き続きご協力していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今日は、ALS になる前の症状と、あとはその検査入院までどのような検査をして ALS が確定したのかをちょっとフォーカスして話そうと思います。特に今 ALS 患者さん ALS になる前、疑いの人や自分でもちょっと不安に思ってる人とか、この動画を多少、僕の体験談なんですけど、頭に入れていただいたら知識として増えるんではないかなと思うので、よかったらご覧になってみてください。まず僕の症状は主に一番は足なんですけど、足の進行が一番早かったです。何が一番気になったかっていうと、やっぱり走れない、階段の上り、多分これだけだったら運動不足かなぐらいに思うと思います。でやっぱり一番疑ってほしいのはつま先立ち。つま先立ちができるかどうかを、確かめてほしい。つま先立ちができないのは、やっぱり腰のヘルニアか、あとは神経系の病気、筋肉系の病気しかないので、ここはやっぱり要注意です。あとはやっぱり筋肉のピクつき、これは多分気になってる人結構いると思うんですけど、僕の場合は普通の人の筋肉のピクつきよりも全然もう次元が違うぐらいピクついてるんで、これもちょっとしたピクつきなぐらいだったらあんまり気にしない方がいいと思います。よくね、疲れるとここがピクついたり目がピクついたりとかは健康な人でもあるんで、もう僕の場合はお腹がいきなりもう震えたり、太ももがもうビクビクビクってもう日常茶飯事、腕ももうピクピクピクってあるんで、そんくらいあったらちょっと気にした方がいいかなぐらいだと思います。あと指とかですね、お腹とかは足よりも進行はあんまなかったんですけど、ちょっと気になってたのは釣るってことですね。今まで釣ったことないところが釣り始めるとおかしいなっていうのを感じました。まず指が釣ったことなんかなかったんですけど、すいません、ちょっと喉がずっと喋ってるとおかしくなってきて、釣る腹筋も今まで釣ったことなかったのにちょっとしたことで釣ったりとかおかしいなって、え思いました。そこもちょっと今までなかったのに釣り始めるとかちょっと気にした方がいいポイントだと思います。で、ここからは検査についてちょっと喋りたいんですけど、主に、検査入院で、する検査っていうのを多分これから検査とかいう人はすごい不安だと思うんで、僕なりに説明したいと思います。まず細かい検査をやっていくんですけど、例えば膝にこう脚気検査みたいにこう当ててちゃんとした反応するかどうかとか、あとは手をこれこれが素早くできるかどうかとかね。これがちょっと僕右おかしいんですけど、普通の人ってこうバーンとできるんですよ、こうやって。でも僕こっちはあんまりうまくできないんですよね。こういったものを見たりとか、あと足のつま先とかかとをくっつけて歩く、これね。でバランス取れるかどうか、
これも僕はその時できたんですけど、進行してくると今はちょっとできないんですけど、もうグラ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 しちゃう、そういう細かい検査をやりました。あとは MRI、 脳首腰全部取ります。で脳に異常がある場合はここでこう ALS よりも違う病気になったりとかするんで、 MRI 検査も結構大事です。 MRI も閉所恐怖症の人とかは結構辛いと思います。僕閉所がダメなんで結構辛かったのはあります。なんで人によっては嫌な検査かなって思います。次にやったのは神経伝導速度検査っていうのがあって、まあ電気を至る所に当ててこう反応を見るみたいな、こうバンみたいな、これも痛い、痛いっていうかびっくりするような感じですね。電気流れるんで、あんま電気が好きじゃない人はちょっと嫌かなっていう、あんま僕も好きじゃない検査でした。でその次にルンバールって検査、これは脊髄検査ですね。脊髄に、注射を入れて、髄液を取ります。で髄液が異常があるかどうかの検査なんですけど、これが結構最初麻酔打ってから髄液取るんですけど、僕の場合はそんな痛みはなかったんですけど、なんか嫌な感じですね。これは神経に当たっちゃうと、結構痛いらしいんですけど、まあでも大概は 90% ぐらいは大丈夫だっていう話ですね。これもなんか嫌な、あんまりやりたくない、今後やりたくないなって思うような検査の一つでした。でまあ最後に、重要な検査なんですけど、心筋電図っていう検査があります。これは体の至る所にこう針刺してで電気流します。これが結構痛いです。で何が重要なのかっていうと、この検査によって神経が悪いのか筋肉が悪いのかっていうのを分かります。まあ両方異常なかったら一番いいんですけど、ここで結構、病気の分かれ道みたいな感じですね。で、まあ、僕の感想なんですけど、大学病院みたいな大きな病院は結構、先生と研修医がつきますね。で検査は結構研修医がやったりするんで、ものによっては痛かったりします。でもまあ未来のためにだと思って我慢してください。それはもう結構僕も何回もやり直しとか、もう真剣レンズとかもう本当に勘弁してよぐらいに刺されましたもん、痛くて。でもまあしょうがないなとか思いながら我慢してやりました。まあそれは覚悟してください。で大体この検査は、まあ、僕の場合は2週間、結構2週間っていう人は多いです。まあ、正直詰めれば5日ぐらいで終わるんじゃないかなぐらいの内容だったんですけど、まあいろいろ多分これは大丈夫だったのかって細かい先生たちがいろいろディスカッションして決めていくと思うんですけど、正直、入院中はもう70%ぐらいは暇ですね。もう大体ベッドにいる感じで携帯見たりとか、もうそんなのばっかで、夜も長いですし、まあ多少の娯楽系は持ってった方がいいと思います。でまあ2週間で確定診断が僕の場合は出ました。
多分出ない場合もあると思います。出ない方がまあいいとは思うんですけどね。でまあ ALS って言われたら、遺伝子検査は絶対にやった方がいいと思います。僕はすぐに入院中から遺伝子検査してくれって言ってたんで、あの結構スムーズに遺伝子検査をしてもらうことができました。で遺伝子検査も広げすぎるとすごい時間かかるんで、遺伝子検査自体は血液を取るだけなんですけど、あの何かに絞って遺伝子検査をした方が短い期間で結果が出ます。例えば僕の場合の SOD1 かどうかっていうのだけにフォーカスすると意外と結果って1ヶ月とかそこら辺で出るんで、あんまり広げすぎると出ない場合も時間がかかる場合もあるんで、そこら辺は自分なりに考えてやった方がいいと思います。まあ大体、そうですね、症状と検査は大体こんな感じですね。まあ不安に思う人もいるとたくさんいるとは思いますが、まあ大体の方は ALS じゃないとは思うんで、あんまり考えすぎずに、でも僕と同じような症状があった場合はできるだけ早く病院に行って詳しい検査をした方がいいと思いますんで、そこは自分の判断で、心配だったらすぐ病院に行ってください。まあ、これからもいろいろと、自分なりの体験とかの、情報は流していきますので、よろしくお願いします。あと新薬についてなんですけど、ちょっとまだ、先生の方からちょっとあの話がなくて進展がちょっとまだしてない状況なんですけれども、進展したらすぐに、こちらの動画の方で情報を提供しますので、よかったら YouTube をチャンネル登録していただいてください。よろしくお願いします。